張さん、物語の構成がうまくいかないんです。はあ？詳しく教えろ。小説書いてるんですけど、中盤で垂れちゃうっていうか、読者が泣いてくれるような構成がわからなくて。しゃらくせえ。そんな時はゲームだ。ゲームをやれ。ゲーム？今日はドラゴンクエスト5を例にして泣ける物語の設計図を解説してやる。よろしくお願いします。なお解説のためにバンバンネタバレしていく。まだ未プレイのやつは今すぐスマホ版を買ってこい。概要欄にリンク貼っとくからな。まず前提だ。ドラクエ5は1992年にスーパーファミコンで発売された RPG だ。30年以上前？愛がある、冒険がある、人生がある。はい、人生。もうこの時点で泣けそう？ PS2 版で161万本、 DS 版で123万本、スマホ版も出て2019年には映画にもなった。何度リメイクされても売れ続ける化け物だ。映画まですごい。堀井雄二はこう言っている。本作の本質は感動であり、一番の感動はもう一つの人生を体験すること。もう一つの人生。実際な、子供の頃にプレイした時と大人になってからプレイした時で泣くシーンがまるで変わるんだ。そうなんですか？子供の頃はパパスが死んだ、悲しいとか、ヨナズンかっけーとか、表面的な衝撃で覚えてる。正直ストーリーの意味なんて分かっちゃいね。あ、子供だもんね。ところが自分がパパスぐらいの年齢になって再プレイするとだ、妖精の村に行った時に涙が止まらなくなる。妖精の村？なんで？大人になった主人公にはもう妖精が見えないんだよ。でもある出来事をきっかけに再び見えるようになって村を訪れると、ポアン様もベラもあの頃と変わらず主人公を覚えてるんだ。うわ、変わったのは自分だけで、あの場所は変わらず待っててくれたってこと？そういうことだ。町の人間は年を取り死んでいく。ベネットじいさん、クラリス、時間は残酷にナグネてる。でも妖精の村だけが変わらない。このコントラストがよ、泣けるんだ。張さん、目が赤いですよ。うるせえ、花粉だ。で、なぜこんなにも人の心を揺さぶるのか。その秘密をヒーローズジャーニーってフレームワークで解剖していくぞ。ヒーローズジャーニーってのはアメリカの神話学者ジョセフ・キャンベルが1949年に提唱した理論だ。ヒーローズ？ジャーニー？横文字だらけですね。英雄の旅って意味だ。簡単に言うと、世界中の神話や物語に共通する物語の骨格のことだな。共通する骨格？どういうことですか？主人公が日常を離れて試練を乗り越えて変化して帰ってくる。スター・ウォーズもロード・オブ・ザ・リングもハリー・ポッターも全部この構造だ。全部？そんなに万能な方があるんですか？後にハリウッドの脚本家ボーグラーが映画向けに整理して12のステージにまとめた。12ステージ、ちょっと多いですね。ざっくり言うぞ。日常、事件が起きる。師匠登場。もう戻れない。仲間と敵。絶対絶命。成長して帰る。これだけだ。あ、意外とシンプル。例えば朝ごはんに例えるとだ、毎日食パン焼いてた主人公がある日パンが切れて仕方なくフレンチトーストに挑戦する。フレンチトースト？卵が爆発して台所が戦場になって、最終的に人生最高のフレンチトーストが焼けて、俺は成長したって思う。これがヒーローズジャーニーだ。規模が小さすぎない？でもなんかわかる。いや、わかんないかも。
まあ物語の型としてはこういうことだ。でドラクエ5がやばいのはこの12ステージを親子3代で繰り返してるところなんだよ。ドラクエ5には3つの旅が重なってる。父パパスの旅、主人公の旅、息子の旅だ。3つの旅？第1の旅はパパスだ。第2の旅は主人公。第3の旅は子供たちだ。この二重構造がドラクエ5の核心だぞ。三重構造、なんかすごそう。まずパパスの旅から行くぞ。パパスは元グランバニア国王だ。妻マーサを救うために王位を捨てて幼い主人公を連れて旅をしてる。王位を捨てて徳さんを救うために？ここが絶妙な設計なんだ。パパスの旅はゲーム開始前にすでに進行中で、プレイヤーは途中から見る。途中から？幼い主人公の目線でパパスの強くて優しい部分だけが見える。パパスがどれだけ苦しんで何を犠牲にしてきたかは後になって初めてわかるんだ。後から気づく。それって自分の親に対する気持ちと同じじゃないですか。そうだ。そしてパパスは魔物ゲマに敗れて死ぬ。あの断末魔のヌワーとは今やネットミームだが。あ、それ知ってます。ゲーム序盤のわずかな時間しか一緒にいないのに、頼れる父親としての感情移入がすでに完成してるんだよ。だからあのシーンで感情が爆発する。短い時間でもう完成してるの。すごい設計。ここからが本題だ。主人公の旅をヒーローズジャーニーの12ステージに当てはめると驚くほど綺麗にはまらんだよ。ドキドキしてきました。ステージ1の日常世界は幼少期のサンタローズの村。パパスと旅をする穏やかな日々だ。幸せな時間。ステージ2、冒険へのいざないはパパスが妻マーサの行方を追って旅に出ること。主人公もついていく。子供だからついていくしかないんですよね。そう、ステージ3の冒険の拒否。ここが面白いんだが、幼少期の主人公には旅を断る選択肢がない。あ、RPG だから勝手にストーリーが。いや、RPG だからじゃねえ。子供には運命を選べないっていうテーマの伏線なんだ。ゲームシステムがテーマを語ってる。ステージ4の賢者との出会い。これはパパスだ。強さも生き方も全てを背中で見せてくれる存在。パパス、師匠だったんだ。そしてステージ5、戸口の通過。これがパパスの死だ。もう戻れない習慣だ。幼い主人公は奴隷として売り飛ばされ、日常世界は完全に失われる。ここから10年の奴隷生活だ。10年？10年も？ステージ6、試練仲間敵は青年期だ。奴隷生活から脱出し、仲間のモンスターと出会い、ビアンカがフローラと結婚する。結婚？愛だわ。おい、話を聞け。ステージ7、最も危険な場所への接近は父のあだの一人であるジャミとの戦闘だ。で、問題のステージ8だ。最大の試練。石化だ。主人公は石像にされて8年間意識があるまま動けない。意識があるのに動けない？ 8 年間も？しかも競売にかけられてある一家に売り飛ばされる。これはヒーローズジャーニーの死と再生の究極形だ。肉体的な死じゃねえ。生きながら死んでいるという残酷な試練なんだよ。聞いてるだけで苦しくなってきた。ちなみに結婚して子供ができるまでの間に宿屋に泊まるイベントがあるんだが、大人になって再プレイすると、あ、ここでいたしたんだなって気づくっていう。張さん、真面目な解説中に。人生を体験するゲームなんだから、そこも含めて人生だろ。
定はできない。ステージ9の報酬、ここが泣けるポイントだ。石片解けるところですか？そうだ、子供たちが主人公を見つけて石化を解く。だがそれだけじゃない。まだ続きがあるんですか？そしていろいろあって、パパスを殺したゲマやゴンズを倒し、奴隷として働かされていた教団のボスを倒し、ビアンカと再会する。茨の道すぎる。普通の RPG なら報酬は伝説の剣とか魔法の宝石だろ。ドラクエ5の報酬は家族の再会だ。宝でも武器でもない。8年ぶりに子供の顔を見られた。それが主人公にとっての報酬なんだよ。ダメです。泣いちゃステージ10キロはグランバニアへの帰還。ステージ11復活は魔界での母マーサとの再会。そしてラスボスミルドラースとの決戦だ。う。お母さんとも再会できるんですね。だがマーサは主人公をかばって命を落とす。ようやく再会できたのに目の前で母を失う。3代にわたる因縁に主人公は決着をつけるんだ。壮絶すぎる。そしてステージ12宝を持っての帰還。主人公が持ち帰った宝は世界の平和と家族の絆だ。宝物は全部人とのつながりなんですね。さあ第3の旅だ。ここにドラクエ後最大の仕掛けがある。仕掛け？主人公の息子が天空の勇者なんだ。主人公自身は勇者じゃない。主人公が RPG の勇者じゃないの？そう世界を救う力を持ってるのは息子。父の仇を討てるのも息子だ。じゃあ主人公は何のために戦ってきたの？ここだよ。ヒーローズジャーニーの観点から見ると、これは英雄の旅は一代で完結しないっていうメッセージなんだ。一代で完結しない。パパスが果たせなかった使命は主人公に引き継がれ、主人公が果たせなかった勇者としての戦いは息子に引き継がれる。3代がかりで一つの英雄の旅を完成させるんだ。3代がかり。世代を超えて一つの物語が完成する。しかもこれ心理学的にも強力でな。自分は特別な存在じゃないが、それでも諦めず愛する人のために戦い続けるって姿は当然のことながら共感を呼ぶんだぜ。私たちの姿そのものですよね。そうだ、勇者じゃなくても物語の主人公にはなれる。堀井雄二が言う人生はロールプレイングってのはゲームの構造そのもので語られてるんだよ。ここからはドラクエ5で泣けるのかを心理学で解剖するぞ。心理学、張さんの得意分野ですね。一つ目はナラティブトランスポーテーションだ。何それ？全然読めない。簡単に言うと物語にのめり込んで現実を忘れる状態のことだ。映画で泣いてる時ポップコーンの存在を忘れるだろ。あれだ。映画館で号泣してたらポップコーンこぼしてたことある。ドラクエ5は ARPG だから、数十時間コントローラーを握って名前をつけて選択をしてレベルを上げる。映画や小説を超えた没入感があるんだ。確かに自分で操作してると他人事じゃなくなりますよね。2つ目は共感的苦痛だ。共感的苦痛？痛そう。他人の苦しみを見て自分も苦しくなる現象だ。友達が注射されてるの見て自分の腕がキュッてなるだろ。あれの超強力版だと思え。わかりやすい。ドラクエ5の主人公はシリーズ随一の不幸な人生を送るんだ。
ひどい。リストにすると余計に辛い。父を殺され10年奴隷、結婚直後に石化で8年動けず、ママは再会直後に死ぬ。ひどすぎる。一人の人間に与えていいダメージ量じゃない。これだけの苦難を一緒に体験したプレイヤーは、主人公がようやく幸せをつかむシーンで自分自身が救われるような感覚を覚えるんだ。一緒に苦しんだから一緒に救われる。そして3つ目、勇者じゃない主人公への自己投影だ。大半の RPG では主人公イコール選ばれし勇者だろ。はい、定番ですよね。ドラクエ5の主人公は勇者じゃない、特別な力もない。でも諦めずに戦い続ける。これが現実世界の自分と重なるんだよ。私たちも勇者じゃないけど毎日頑張ってる。そうだ。だからこそ勇者の話より泣ける。俺たちと同じ普通の人間がそれでも立ち上がるって物語ほど強いものはねえんだ。最後に創作者がドラクエ5から盗むべきテクニックを4つ教えてやる。盗む？良い言葉で言うと学ぶだな。テクニック1はヒーローズジャーニーを多重化しろ。4つもあるんですか1つ目、ヒーローズジャーニーの多重化。2つ目、最大の試練を時間で描く。3つ目、主人公から勇者を外す。4つ目、報酬を関係性にする。順番に解説するぞ。メモの準備万端です。一人の英雄の旅を一本道で描くんじゃなく、複数の世代で重ねる。パパスの旅が主人公の伏線になり、主人公の旅がイスコの土台になる。世代を重ねるって大河ドラマみたいな感じですか？そうだ。小説でもゲームシナリオでも親の物語をこの物語の伏線にするだけで奥行きが段違いになる。なるほど。1つ目から早速すごい。2つ目、最大の試練を戦闘の敗北じゃなく時間の喪失で描く。ドラクエ5の石川8年間動けないって設定だろ。聞いただけで辛い。取り戻せない時間の重さはどんな肉体的苦痛より刺さる。創作で最大の試練を描くとき、殴り合いより何かを失った時間の方が読者の心をえぐれるんだ。時間の喪失。確かにそれって現実でも一番取り返しがつかないものですよね。3つ目、主人公から選ばれし者の属性を外せ。特別な力がなくても諦めない主人公の方が読者の自己投影が強まる。勇者じゃなくていいんだ。才能がなくても戦い続けるってメッセージはフィクションを超えて読者の人生に響くんだよ。私の小説の主人公も完璧じゃなくていいんですね。4つ目、報酬を物じゃなく人間関係にしろ。宝石や剣を手に入れるんじゃなく大切な人との再会を報酬にすると、テーマが冒険から人生にシフトする。冒険から人生へ。だからドラクエ5のキャッチコピーは人生があるなんですね。そういうこった。この4つのテクニック全部お前の小説に使えるぞ。まとめだ。ドラクエ5が30年泣けるのはヒーローズジャーニーって普遍的な物語構造を親子3代の人生で再構築して RPG っていうインタラクティブな体験で包み込んだからだ。三重の英雄の旅が重なって圧倒的な厚みが生まれるんですよね。そうだ。勇者じゃない主人公、生きながらの死である石化、報酬が家族の再会。この3つの設計がドラクエ5をゲームからもう一つの人生に変えたんだ。堀井雄二さんの人生はロールプレイング。ドラクエ5はその言葉をゲームで証明した作品なんですね。
物語を作る人間にとってこれほど学びの多い教科書はねえぞ。まだやってないやつは今すぐプレイしろ。私もプレイしてみます。恒例の本日のおすすめ作品コーナーだ。待ってました。1冊目、面白い物語の法則上下巻。先ほど少し触れたが、ハリウッドの脚本家ボグラーがヒーローズジャーニーを映画向けに整理し、12のステージにまとめた内容が紹介されている。おお、良さそう。ヒーローズジャーニーだけじゃなく、プロップのプロット理論とか他の物語の型も学べる。キャンベルの千の顔を持つ英雄より断然読みやすいぞ。読みやすいのは嬉しい。2冊目、国産 RPG クロニクル。ゲームはどう物語を描いてきたのか。ドラクエ5の本じゃないが、ドラクエ誕生秘話から裏話まで面白い。気になる。鳥島和彦本人が語るクロノトリガーの続編が出なかった理由とか、そんな理由って大人の事情が読めるぞ。大人の事情？気になる。リンクは概要欄に貼っとくからチェックしろ。じゃあな。ありがとうございました。